The Monkey Who Wanted to Fly 空を飛びたかった一匹の猿、そうタイトルの付けられた一冊の絵本。この本を通して国際協力に貢献しようとする大学生がいる。22歳、国際教養大学 V アクト所属、大成。今回密着する大学生が通うのは秋田県に位置する国際教養大学、通称 AIU。学生全員に卒業条件として求められる1年間の海外留学や留学生との共同生活などによる教育充実度とグローバル教育に力を入れる大学だ。同大学では学業もさることながら世界を舞台に活躍を広げるサークルが複数存在する。中でもフィリピンにフォーカスした活動を行うという V アクト。V アクトの V はバイタリティ、活力を意味し、Anyone can take action、誰にでも行動を起こすことはできるという信念のもと、国際交流・協力を通して異文化理解を目指す団体だ。今日は学生にできる国際協力の形を模索する一人の学生に密着した。大成の一日の始まりは早い。この日、大成がまず向かったのが見晴らしのいい高台。そうですね、毎朝っていうか、ここに来ないと朝が始まった感じがしないっていうか、ある種のルーティンみたいなもんですかね。ちょっと時間ないんで急ぎます。ちょっと次のところに行きます。本当に移動中も撮影されるんですね。密着取材みたいなのってあんま慣れてなくて、ちょっと急ぎますね。そういったことを終えた大成は次の日程に追われる。大成が足早に次に向かったのはとあるカフェ。今からですか？今からは、V アクトのミーティングがあるんで、ここはよく来るんですけど、はい。いい質問ですね。そうだな。V っていうのが、バイタリティ。これが活力ですね、日本語で言うと。で、実は V アクトのアクトの方も意味が込められてて、これが Anyone can take action なんですよ。誰にでも行動を起こすことはできるっていう、日本語で言うと。国際協力ってどうしても難しいもので、自分には遠いものだなって感じてしまう人多いと思うんですけど、この団体 V アクトはそれを覆してくれるんですよね。バイタリティ、活力をもってすれば Anyone can take action、 誰にだって行動を起こすことができるんだって、僕にだって国際協力はできるんだっていう。すいません、ちょっともうミーティング始まっちゃうんで、すいません、ちょっと時間ないですよね。その言葉だけ残し、大成はまるで表変したかのようにそのにこやかな表情を変えた。これ今日のは、そうじゃなくて、ちょっとイメージが違うんだけど、ちょっと待ってね。こんな
感じなんだけど、これがトイセリットで、この日の V アクトのミーティングは約3時間にも及んだ。お疲れ。はい。そうっすね。時と場合ですかね。今ちょっと大事なところに、大事な佳境みたいなところに差し掛かって、実は今絵本を通して国際協力に貢献するっていうプロジェクトをしてて、その絵本の販売の大事な部分に差し掛かっているので、はい。絵本と国際協力。一見何の接点も見えないこの2つの言葉。大成はそれをどのように結びつけるのか。フィリピンに、V アクトが毎年訪れさせてもらってる幼稚園があるんですけど、その幼稚園の建ってる場所が貧しい地域っていうこともあって、そうですね、幼稚園の運営がうまくいってないんですよね。だからその運営を少しでも手助けしてあげたいなっていう思いでやってます。はい、そうなんですよね。絵本の絵に関しては実際にその幼稚園に通ってる子どもたちが描いてくれてるんですよね。で、言語に関しては日本語とフィリピンの、現地で話されているタガログ語、あと英語での表記をしてます。その3言語で表記することで、まずタガログ語の表記でフィリピンの風というかフィリピンの雰囲気みたいなのを少しでも伝えたいなっていう思いで、はい。あと英語に関しては日本語話者の人以外にもいろんな人にその絵本を取ってもらうことによって、その幼稚園の運営の支援の輪が少しでも広がればいいなって思います。はい。たとえ明日世界が滅びようとも、今日リンゴの木を植えることができただと思いますね。わかりますよ、そのリアクション。僕よくこの話好きでよくするんですけど、もうそのリアクション何回も見てきてるんでわかりますよ。はっていう感じですよね。これって世界史で習ったと思うんですけど、宗教改革のルターさんの言葉で、明日世界が滅びようとも明日世界が滅亡しようとも、今日私はリンゴの木を植えるって彼は言ったんですよね。これ簡単に言うと、どんな状況に置かれようとも、たとえどんな状況であろうとも、私たち人間は着実な一歩を前に進める、一歩一歩を着実に前に進めていく、そういうことしかできないんじゃないかなっていう、そういう意味が込められてるんですけど、国際協力、難しい問題です。でも私たちにできるのは着実な一歩を前に進めていくことなんじゃないかなって思うんですよね。だから今とても困難な状況にある人いるかと思います。でもその人にこそリンゴの木を植えてほしい、着実な一歩を前に進めてほしい、そんな風に思います。Naiintindihan mo ba ako? 聞こえてる？僕だよ、ジェリコ。すいません。ついついフィリピンの言語で話してしまって。内緒にしててほしいんだけど、実は言葉喋れちゃうんだ、僕。フィリピンのタガログっていう言葉と日本語。そんなことはどうでもいいんだけど、ちょっと大成がこの絵本と僕たちが誕生するまでの話をかっこつけて話してたから、ちょっと口を挟みたくなっちゃって。このプロジェクトはそんなかっこいいものじゃなくって、部員たちの間での議論の末に生まれたんだ。ここからは僕目線でみんなに裏話を教えるね。ヨミ、そこの若い人。
エルネストさん。なにさっきから一人で難しい顔して喋ってる。この絵本ができた経緯と僕たちが誕生するまでの話をしてたんですよ。あ、そうだ。みんなに紹介するね。このエルネストさんも絵本に登場する僕らの村のみんなのおじいちゃんみたいな人なんだ。おめのおじいちゃんになったつもりはね。まあそんなこと言わないで。まずはパーラランパンタオの説明から始めるね。パーラランパンタオはフィリピンの首都マニラの郊外にある幼稚園で、マニラの郊外という土地的な特徴もあって、昔はマニラ中のゴミが集められ、谷だったところが山にまでなったようなところに立ってるんだ。子供たちの保護者の中には、スカベンジャーって言われる、ゴミ山から資源になりそうなゴミを集めては、一日の生計を立てている人もいる。そう、想像できる通り、ゴミから見つけた資材を売るんだから、たくさんのお金は稼げない。ということは、子供たちを幼稚園に行かせてあげるだけのお金もない。でもここで大きな問題。フィリピンでは小学校に行くのにテストを受けないといけない。だから幼稚園に行けない地元の子供たちはテスト勉強するのが難しくて、小学校にも中学校にも行くことができないでいたんだ。それを問題視した校長のレティ先生が中心となって、保護者から学費を徴収しない学校を開いた。それがパーラランパンタオってわけ。でも、学費を取らないってことは、先生のお給料だったりにかかる学校運営費を払えないことと同じ。ということは、学校を維持できなくなって、先生が一人辞め、二人辞め、それと同時に受け入れる子供の数も減って、という状況になってしまったんだ。つまりは、無料で子供たちに学校さ来てほしいけど、現実的にはそう甘かないってことじゃな。それならさ、うわ、カーラ。あえ虎が出たお。誰？あのお年寄りのお猿。ところでさ、あんたの話聞いてたけどさ、毎年 V アクトがお世話になってるフィリピンの幼稚園がお金が足りなくて困ってるってことでしょ？なら、V アクトのメンバーが日本で募金活動して集めたお金をパーラランパンタオに送ったら完璧なんじゃない？いや、それがそんな簡単な話じゃないんだよ。それどういうことなのよ。何がそんなに難しいっていうの？もし募金で学校が維持されるなら素晴らしい話かもしれないけど、それ以前にお金を V アクトからパーラランパンターにあげるのってなんか変じゃないかって V アクトでは理論になったんだ。V アクトは人と人とのつながりを大事にしていて、友達と助け合うのと同じようにパーラランパンターと関わりたいと思っている。子供たちがお母さんお父さんからお小遣いをもらうとか、会社で働くお父さんお母さんが会社の偉い人からお給料をもらうみたいに、どうしてもお金をあげるとなると上下関係みたいなものができちゃうことに気づいたんだ。だから人間一人一人の関係を大事にすることを活動理念の一つに掲げる V アクトは、ここで足踏みすることになっちゃったんだ。なるほどね。お金っていう現実問題のための支援と、V アクトの哲学でもある人間関係の維持。この二つを天秤にかけたってわけ。私には難しくてわかんないから、ちょっくら昼寝でもしてくるわ。ちょっと、誰？どこ？こっちだぎょ、こっち。水の中だぎょ。あ、アンドレア。話聞いてたの？うん。カーラがいたから怖くて出れなかったんだけど、聞いてたよ。それで結局 V アクトは、お金の資源と対等な人間関係の持続っていう問題をどうやって乗り越えたの？良い質問だね。さすがアンドレア。その問題の解決策がこの絵本プロジェクトってわけなんだ。ギョギョギョ？というと、どういうこと？ V アクトが作った完全オリジナルのストーリーに、パーラランパンターの子供たちが絵を描いて、それを絵本として販売する。そしてその売り上げをパーラランパンターに送って学校の運営費に役立ててもらうんだ。まあいわば学校運営のお手伝いってわけさ。なるほど、わかったぎょ。つまり、V アクトもパーランパンターも両方ともがお互いに仕事をする共同っていう形で対等な人間関係を維持しつつ、パーランパンターのお金問題も解決しようってことね。
そういうこと。ちなみに、V アクトがオリジナルで物語を作ったって言ってたけど、その肝心のストーリーっていうのはどんな話なのかっぽ？アンドレア、何か言ったかい？私じゃないよ。上だよ。上。こっちだっぽ。アレクシアに、ジェーン、マリアじゃないか。さっきの話聞いてたけど、そのオリジナルのストーリーっていうのはどんな話なんだっぽ？絵本の内容について詳しくは言えないけど、そうだな。まず、この絵本が V アクトの人形劇からできてるって知ってた？ポッポー。つまり、私たちは絵本に登場する前は人形だったってこと？そうだね。こんな人形だったんだ。V アクトは毎年パーラランパンタを訪れてイベントを行ってるんだけど、ある年に人形劇をフィリピンの言語タガログ語で子供たちと先生の前で披露しようってなったんだ。そして、せっかく披露する人形がオリジナルなんだから、ストーリーもオリジナルにしようって。そこでまず、ストーリーを作る前に人形劇を通して子供たちに伝えたいこと、つまりテーマを何にするかを話し合ったんだ。そして、たくさんの意見の中から、大人になるにつれていろんな人に出会うだろうってことを考えて、ぴったりのテーマが決まった。それが、誰から何を言われても曲げることのない自分の軸を持つことだったんだね。それが、この絵本の物語のテーマになってる。僕から言えるのはここまで。実際の詳しい絵本のストーリーは、絵本を買ってからのお楽しみだ。ぽー。めちゃくちゃストーリーが気になるっぽー。けど、とりあえず分かったことは、人形劇を通してパーラランパンタオの子供たちに心に留めておいてほしいことを V 役とみんなで話し合って、自分の軸を持つことに決まって、人形劇のストーリーができた。そしてその人形劇をもとにこの絵本ができたってことさ。知れば知るほどこの絵本の内容が気になるぽー。みんなの絵本購入がパーラランパンターの教育を守ることにつながるよ。ぜひ絵本を買って僕らに会いに来てね。わしも待っておるぞー。私も絵本に出てくるわよ。読んでくれるかしら？私もいるよ。ちなみに日本語と英語とタガログ語で書いてあるから珍しいし、いろんな人と一緒に見てもらうこともできるんだ。See you in the book! 待ってたよ。ここまでご視聴してくださった皆さん、本当にありがとうございます。私たち V アクトは人とのつながりと
メンバー一人一人の行動を起こす活力を大事に活動しています。学生である以上、できる支援は限られていますが、私たちにできることを考え続けています。今回紹介しました絵本、The Monkeys Who Wanted to Fly は、そんなメンバーのバイタリティとフィリピンの幼稚園との絆が形になったプロジェクトです。本作品はエンドロールでも紹介いたしました V アクトのインスタグラム、Facebook およびハンドメイドマーケット、ミーネを通じて販売しております。ぜひチェックしてみてください。皆様のご購入をお待ちしております。